こんばんは。今夜も一緒に眠りましょう。目を閉じて、ゆっくり息を吸って、そっと吐きましょう。今夜のお話は、三年寝太郎です。昔、昔、あるところに、のんびりした村がありました。その村に太郎という若者がいました。太郎はある日、ふっと寝転びると、そのままずっと寝てしまいました。一日寝ました。二日寝ました。1月、2月、半年。それでも太郎はむっくりと起きません。太郎、起きなさい。お母さんが呼びかけますが、太郎はむにゃむにゃと言うだけです。太郎は怠け者じゃ。村人たちはそう言って首を振りました。あの子はしょうがない。きっと一生寝てばかりじゃろう。こうして1年が過ぎ、2年が過ぎ、3年目になったある朝のこと。太郎はむくりと起き上がりました。よし。お母さんはびっくりして飛び起きました。太郎、起きたのかい？太郎はゆっくりと伸びをして村の外れへ歩き始めました。村人たちはみんな不思議そうに見ています。太郎が歩いておる。どこへ行くんじゃろう。太郎は山の
ふもとへやってきました。そこには大きな岩がゴロゴロと並んでいます。太郎は一番大きな岩の前に立ちました。そしてふんと力を込めて岩を押し始めました。はじめはなかなか動きません。それでも太郎はじっと足を踏ん張ってうんとこどっこい押し続けました。すると岩が少しずつ動き始めました。ごろりごろり。岩はやがて大きな音を立てながら山を転がり落ちていきました。ドスン。岩は川の真ん中に落ちて、川の水がざーっと溢れました。村人たちは慌てて見ていました。何をするんじゃ、太郎。ところが、川の水は岩にせき止められて、村の田んぼの方へ流れ始めました。ちょろちょろ、ちょろちょろ。水は乾いた田んぼの中へ少しずつ少しずつ広がっていきます。村人たちは黙って見ていました。水じゃ。田んぼに水が入った。村人の誰かがつぶやきました。そうです。この村はずっと水が足りなくて、田んぼが乾いて困っていたのです。太郎は
川の流れを変えることで、村へ水を引こうとしていたのでした。村人たちの一人が太郎に近づきました。太郎、お前、なぜこんなことを知れたんじゃ？太郎は少し恥ずかしそうに答えました。ずっと寝ながら考えていたんだ。村に水を引くにはどうすればいいかって。寝ながら？うん。大岩を転がせば川をせき止められる。そうすれば水が田んぼに入る。ずっとそのことを考えていた。村人たちはしばらく黙っていました。そして誰かがぽつりと言いました。太郎は怠け者じゃなかったんだな。じゃあ、3年はずっと村のことを考えとったのか。太郎はにっこりと笑いました。それからというもの、田んぼにはたっぷりの水が湧いるようになって、村には豊かな実りが続きました。村人たちは太郎に感謝して、三年寝太郎と呼びました。でも、それは怠け者のあだ名ではなく、村を救った英雄の名前になりました。めでたし、めでたし。お話は終わりです。今夜も優しい夢を見てください。
ゆっくり息を吐いておやすみなさい。